皆さんこんにちは。今回はエリアの境目について私なりに解説します。カルルはエリアが6つもある島なんですけど、そんなたくさんのエリアを一つの島の中でどうやって分けているか、島繰りをする中で意識していたコツを2つ紹介します。1つ目のコツはアクションを挟むことです。アクションというのはプレイヤーが橋を渡る、坂を登る、下る、それから家具をくぐるの主に3つです。このアクションを挟むのはやりやすいかつわかりやすいので、島繰り初心者さんや苦手な方におすすめです。他には木をたくさん植える、大きな川や池を作る、谷を作るといったことが挙げられますが、すべてに共通しているのはエリアの境目に3から4マス以上の距離を作ることだと思います。実際に使用例を見ていきます。ここはエリア1と4の境目なのですが、幅5マスの木製の橋を設置していて、プレイヤーが橋を渡るアクションを挟んでいます。正直幅5マスの橋は個人的にちょっと長くて普段はあまり架けません。しかもこの川、橋を架けるために河口から無理やり広くしているので、ちょっと不自然な形になっていると思います。なんですが、それでもやっぱり5マスくらい距離を取るとエリアの色や家具が混ざりづらくなり、かつそれぞれのエリアでカメラを起動しても画角に映り込まなくなるので、長めの橋を架けるのはとっても有効的だと思います。次にエリア1と2の境目なのですが、まず坂を設置していて、プレイヤーが坂を登る、下るアクションを挟んでいます。さらにエリア2側から見ると、木を多めに植えてエリア1と距離をとっています。それぞれのエリアから見るとこんな感じです。このようにあまりエリアが混じっている感じもなく、かなり自然に境目が馴染んでると思います。最後にエリア1と3の境目なのですが、お城の門とパーゴラを設置していて、プレイヤーが家具をくぐるアクションを挟んでいます。これは前の2つの例と違って、エリアを隔てる壁を家具で作ってしまって物理的に空間を分けています。ちなみにこの2つの組み合わせは、横から見るとお城の門からパーゴラの葉が覗く感じが可愛いのでお気に入りです。さらに言うと、ここはもうエリアの境目と割り切って作った場所で、特に何をする場所という明確な設定もつけずに、主張控えめで馴染ませることに専念しています。黄色と白の花はパーゴラに合わせていますが、もっと主張を控えめにしたいのであれば、雑草や低木だけで十分だと思います。はい、こんな感じでアクションを挟むとエリアがつなぎやすくなると思います。実際いろいろな世界観のエリアがあるテーマパークでもこの方法は取られていて、エリアの移動には大きな橋を渡ったり、洞窟や建造物をくぐったりということをしています。そういう目線でテーマパークを見てみるのも勉強になりますし、アクションを挟むのはあまり難しいテクニックも必要なくやりやすいと思うので、ぜひ意識してみてください。2つ目のコツは、境目は双方のエリアに馴染むようにすることです。どういうことかというと、一つは先ほどの例のように、境目を境目だと思わせない見せ場の背景にすること。もう一つは、一つ目のコツのアクションを挟むにしても、橋や坂、家具などを使うと思うのですが、それらを双方のエリアにあっても違和感のないものを選ぶということです。初心者の方や島繰りが苦手な方におすすめなのは、木や低木をたくさん植えて島の背景にすることです。これが一番簡単に違和感なく馴染ませられると思います。ここで言いたいのは、島のすべてが主役じゃなくてもいいということです。つい島のあっちにもこっちにも家具をたくさん飾って、道を引いて滝を作ってという感じで島のすべての場所に力を入れがちだと思います。ですが、そうではなくて、島の見せ場をいくつか絞って、あとは背景という感じで割り切ってしまった方が案外メリハリのある島になったりします。
背景とまでいかなくても、島の見せ場に円形か近形か、規模が大きいか小さいかなど強弱をつけると、見せ場と背景の間にグラデーションができて脇役が生まれます。この脇役はたくさんあっていいと思いますし、私が島繰り素敵だなぁと思う方は、島にメリハリをつけた上でいい脇役をたくさん作っている方が多いので、島の完成度を上げたい方は、ぜひこの脇役を名脇役にしてみてください。もう一つは、島繰り慣れてきた人や玄人さん向けで、双方のエリアにあっても違和感のないものを選ぶことです。例えば、ここはエリア1と4の境目なのですが、川沿いに白い花をたくさん植えています。この白い花は、川の左右にあるそれぞれのエリアの色の花を植えてもよかったんですが、あえて全部白い花にしたのは理由があります。ここがエリアの境ということは一回置いておいて、橋の上からの景色として見たときに、エリアの色の花を植えると、少し川を境にパックリ割れてしまっているというか、まとまりがないように見えてしまいます。ですが、全部白い色の花にしてしまうことで、川の両側だけでなく、画角全体に一気にまとまりが出ます。このように、無彩色の中でも特に白は動物の森ののどかな雰囲気に合うので、エリアの境目のアイテムに迷った時は、一度白色のものを試してみるといいと思います。次の例はエリア5と6の境目の家具です。特にこの灯台に注目します。境目は双方のエリアから共通する色の家具を選ぶのがポイントで、この場合はまず白、赤、黄色の3色に絞ります。3色順番に見比べていくと、白色は全然悪くはないのですが、少しぼやけてしまう印象があります。次に赤色だとエリア6とは合うのですが、エリア5にとっては少し派手で浮いてしまうかなと思いました。最後に黄色だとパキッとした黄色なのでエリア5も締まりますし、エリア6にあるたぬき商店の派手さともマッチすると思います。はい、以上エリアのつなぎ方のコツを2つお話ししましたが、いかがでしたでしょうか？エリアの境目への苦手意識がなくなると、島繰りもどんどん進めやすくなると思うので、悩んだ時はまたこの動画を見ていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。